今日は久しぶりにおすすめのシャープペンを紹介していこうと思います。新学期が始まるということで、新しく高校生や大学生になる方、そして受験を控える方にとっては文房具選びっていうのは結構大事だなと思っていて、文房具をチョイスする際の参考にしていただければなと思います。今回紹介するシャープペンは自分が持っている150本の中から厳選したペンで、どれもおすすめです。なのでランキング形式ではないので、最終的に決めるのは皆さんにお任せします。おすすめなシャープペンということで、たくさん勉強していける素晴らしいペンを紹介していこうと思います。では早速ですが紹介をしていきます。まずはパーカーのジョッタースペシャルですね。こちらのペンは世界的にはかなり有名なんですけれども、あんまり使っているっていう方は見ないといった印象です。ですが本当にいいシャープペンなので詳しく見ていこうと思います。こちらは自分が高校3年生の時にかなり使ったシャープペンで、全長が他のシャープペンと比べてかなり短くて非常に軽いシャープペンとなっているので、自分の体の一部だと感じるほどストレスなくスラスラと書くことができます。ジョッターはパーカーを代表するロングセラーのシリーズとなっていまして、長期にわたって愛され続けているペンなんですけれども、使っていけばその魅力がわかるんじゃないかなと思います。あと書き味も自分は結構好きです。書いてみると樹脂のグリップなので柔らかい書き味なんですけれども、結構書き応えのあるシャープペンだと思います。黒とシルバーの決して目立つことのない色で、矢羽クリップというパーカー独自のクリップによって引き締まったデザインとなっていてかっこいいですね。外でも使いやすいデザインだと思いますし、これを使うと英国紳士になることができるんじゃないかなと思います。自分はなれませんが。ただちょっと癖のある形状のペンなので気をつけておきたい点がいくつかあるので紹介をしていこうと思います。まずは人によっては手に当たりやすいという点ですね。口金がかなり小さいペンで、持つところはグリップの真ん中ら辺となるので、ギリギリクリップに手が当たってしまいます。自分は当たるか当たらないかのギリギリぐらいの位置なので、あんまり問題なく書けるんですけれども、手の大きさや持ち方によっては結構当たる方もいらっしゃると思うので注意をしていただきたいなと思います。あと結構細身のペンなので、太いペンに慣れている方はちょっと握りにくいかなと感じるかもしれませんね。グリップはツルツルとした樹脂なので、夏とかは汗で滑りやすいかなっていうのと、傷が目立ちやすいのでプラスチック磨きクロスとかで傷を消したりして対策をしていく必要があるかなと思います。こちらは自分が高校生だった時にクリップで挟まずに胸ポケットに入れていたら落としてしまってなくしてしまったので、こちらは2本目となります。なくしても買ってしまうほどとてもいいペンなので、これはおすすめできるかなと思います。定価は1200円となっています。ただジョッタースペシャルは仕様が変更されてジョッターコアラインになってしまいました。なのでこちらは今生産していない状態なので、Amazon では1800円ぐらいで買えるんですけれども、他ではなかなか買いにくいので、もし買われるなら早めの方がいいかなと思います。概要欄に Amazon の URL を貼っているので、そちらを参考にしていただければなと思います。ジョッターコアラインも個人的にはおすすめできるんですけれども、グリップが金属になったので取り回しのしやすさという面では劣ってしまって、たくさん勉強する学生にとっては個人的には、ジョッタースペシャルの方がおすすめできるかなと思います。続いてはステッドラーの92515ですね。マットなブラックとなっていて非常にかっこいいシャープペンなんですけれども、書きやすさという面でも本当に素晴らしいペンとなっています。自分は好きすぎて3種類の神経を持っているほどです。こちらはかなり軽いペンで重心が低めな位置にあるのでガシガシと書くことができます。ちょっと膨らんだラバーグリップなので滑ることもないですし、しっかりと手にフィットしてくれる形状となっています。軸が樹脂のペンなので、かなりたわみやすくて、その影響もあって結構柔らかい書き味となっています。これは結構好き嫌いが分かれるかなとは思いますね。でもしっかりとした書き味ではないんですけれども、これはこれで、いい書き味だなっていった感じで、個人的には結構好きな書き味ですね。製図用シャープペンでペン先の視界がかなり優れていて、計算とかの細かい字を書いたりするときにおすすめできるペンとなっています。値段も500円プラス消費税ということで、500円には見えないほどの質感で非常に良心的な価格設定となっているところがいいところだと思いますね。続いてはペンテルのオレンズメタルグリップタイプ新グリップですね。
いつも動画でオレンズネロのことを結構、話しているので、思わずオレンズネロと言っちゃいそうなんですけれども、こちらはオレンズです。こちらはこれまでのメタルグリップタイプのグリップをリニューアルしたモデルとなっています。従来の点ではなく面で支えるローレットとなっていまして、握ってみるとタコの吸盤で吸われているかのような吸着力となっていて、このローレットグリップには本当に感動しました。このペンは1000円なんですけれども、このローレットを試すために1000円を出す価値があるほどです。軸は樹脂で、グリップは金属で作られているので結構低重心になっていて、なかなか書きやすいペンですね。さっきから紹介するペンは全部書きやすいって言ってるんですけれども、これもトップクラスの書きやすさかなと思います。それでいて書き味もしっかりとした感じで書きやすくて書き応えがあります。前回のメタルグリップタイプと比べてもかなり良くなっていると思っていて、言ってしまえばオレンズネロよりも書きやすくなっているような気がします。自分が最近購入したペンの中で一番感動したペンで、大学ノートとかで細かい文字を書く方には本当におすすめできるので、ぜひ試していただきたいなと思います。ただ 0.2mm の倍ですが、びっくりするほど芯の減りが早くて一瞬でなくなってしまいます。1本あたりの値段も 0.5mm とかと比べると、結構高いので、ランニングコストがね結構しちゃうっていうのは欠点かなと思います。今こうやって書いているように大きめな字で書くと本当に一瞬でノックをしないといけなくなってしまうので、小さい字を書くのを目的として使っていくべきシャープペンだと思っています。マットな質感はすごくかっこいいんですけれども、結構塗装が剥がれやすそうなので、これもルンルンの筆箱とかノーマディックの筆箱とかに入れて傷から守る必要があるかなと思います。これは本当にすごいローレットグリップなので、お店に行ったら試せるところもあるので、あれのピークが収まったらお店に行ってぜひ試していただきたいなと思います。続いてはパイロットの S20 ですね。これは定番中の定番なので、自分の動画でも紹介し尽くした気がするんですけれども、おすすめなので紹介をしていこうと思います。こちらは木軸の製図用シャープペンということで、木のぬくもりが感じられる上に本格的な筆記性能を持ち合わせたシャープペンとなっています。内部のパーツは真鍮の金具が多く使われていて、木と組み合わさったことでしっかりと書き応えのあり、それでありながらソフトな感じの書き味となっています。自分が高校生だった時に結構こちらのペンを使っていまして、特に高校3年生の時に、学校でかなり使っていた記憶があります。こちらは樹脂含芯カバ材という木が使われているんですけれども、色をカバ材に染み込ませているので、いくら使っても茶色い色が剥がれてしまうということはありませんし、使っていくことによって深みのある色に変化していきます。使っていくのが本当に楽しいペンで、長く使っていけるんじゃないかなと思います。ガイドパイプが折れやすいっていうのは注意していただきたくて、取り寄せればいいんですけれども、折れた時はすごいショックでしたね。値段は2000円プラス消費税とちょっと高いペンとなっています。続いて最後なんですけれども、野原工芸のシャープペンですね。木の種類は本当に何でもいいと思うんですけれども、自分が持っている欅なんかは無難におすすめできるかなと思います。こちらのペンは使いたいっていう衝動に駆られてしまうほど依存性のあるペンとなっていまして、使いたい衝動を利用して勉強ができるという画期的なペンとなっています。4年半使ってきたんですけれども、今でも飽きずにこのペンを使いたいっていう衝動に駆られてしまいます。欅っていう木は、経年変化をすごい楽しめるペンでして、色が変わっていくのが本当に楽しいんですよね。書いてみると書き味も本当に良くて、重心バランスがとてもいいので 30g 近くあるペンなんですけれども、慣れれば長期筆記にも全然問題なく使えるペンとなっています。木だけでなく金具にも非常にこだわったペンとなっていまして、内部のパーツに金属が多用されています。黒い塗装のところなんかは全然剥がれることがないので、もう全てにおいて品質の高いシャープペンとなっています。途中からボールペンに変更することだってできますし、アフターサービスもかなりしっかりとされているので、なくさない限りは使える一生ものの工芸品かなと思います。手作りなので仕方ないんですけれども、一番安い欅でも4400円と結構高めな値段なので、学生の方が買うというのはちょっと大変だとは思いますが、誕生日プレゼントとかでお願いする価値があるほどのペンとなっています。
自分は高校1年生の時に購入したんですけれども、もっと早く買っておけばよかったって思うほど気に入っていますし、これからもずっと使い続けていきたいなと思うほどのペンですね。褒めすぎだろうって思うかもしれないんですけれども、僕の動画を結構前から見ていただいている方にはこの言葉の説得力があるんじゃないかなと思います。ちょっと今は、金具の供給が追いついていないということで、シャープペンの販売を休止しているらしいですね。ボールペンの方は今は購入することができるので、ボールペンでもいいやって方はボールペンにしてもいいんじゃないかなと思います。ボールペンの方もかなりおすすめできます。ということで今日はおすすめのシャープペン紹介を久しぶりにしてきました。最初は中学生におすすめなシャープペンとか高校生におすすめなシャープペンという感じで分けてやっていこうと思っていたんですけれども、よくよく考えたら両方とも似たり寄ったりな紹介になってしまうなと思ったので、どんな方にもおすすめできるシャープペンという感じで紹介をしてきました。これからもシャープペンがどんどん増えていっておすすめが変わっていくと思うので、また時間が経ったらやっていこうと思います。あと機上紹介の方も近いうちにやっていこうかなって考えているのでお楽しみにしていてください。3月も残り少ないですが、いつも見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いいたします。限定色とかの情報もありましたらコメントをしていただけるとありがたいです。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。